ーローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、貝を投入後、どうなりましたかと、視聴者様から質問されたので、それについてお答えしようと思います。背景動画に、貝の戦闘の様子を映していますので、それをご覧になっていただきながら、話を進めようと思います。まず最初に一般論として、ヒーローウォーズに登場するヒーローは、パワーが8万を超える頃になってから、そのヒーローの持つ本来の戦闘能力が表面化してきます。良い形でそれが表面化するヒーローは、俗に言う、強いヒーロー、です。それとは逆に、期待外れというか、資源を突っ込んで育てた割に、役に立たないと感じるヒーローもいます。役に立たないヒーローは、チーム編成の中で相乗効果、シナジー効果を発揮できないヒーローなんですが、そのようなヒーローの見分け方は簡単です。アリーナの上位で見かけないヒーローは、シナジー効果を期待できないヒーローということになります。この一般論からいくと、貝はちょっと微妙な感じもしますが、それには明確な理由があります。貝はカークとペアで起用する前提のヒーローで、カーク愛好家しか見向きもしないヒーローというのが、貝を採用している人がほとんどいない理由になります。ここ最近では、カークとペアを組むヒーローとして、ヤスミン、ジェット、セバスチャン、ネブラ、オーロラなどが選ばれる傾向にあり、貝はかなり冷や飯を食っている感じです。さて、カーク信者が召し抱えている貝の現状は、このような状態になっています。貝は魔法貫通のスキンを所持していますが、これをレベルマックスまで育てないことには、貝が持つ殺傷能力を発揮することができません。そして、カーク信者の場合、このスキンを手に入れたのは、本日だったのです。知力のスキンストーンを5000貯めるのに、結構時間がかかったんだよね。この魔法貫通のスキンは、今週のハロウィーンイベントを利用して、ある程度レベルアップさせる計画になっています。アーティファクト2番の魔法貫通も、貝の育成でとても重要なポイントになります。幸いなことに、貝のアーティファクト2番の育成は順調に進んでおり、1ヶ月以内をめどに、アーティファクト2番の星を6個までレベルアップできる見込みとなっています。この2つの魔法貫通のレベルアップが終了すれば、貝本来が持つ魔法攻撃力を発揮できるようになるので、あと少しの辛抱といった感じです。このチーム編成の特色を話すよ。ご覧のように、このチーム編成はヒーラーがいません。つまり、カークとカイとフェイスレスの最初のスキル発動で、最低でも敵チームの1人か2人を仕留めるという戦略に基づき、ヒーラーを採用していないのです。また、ヨルガンを採用することにより、敵チームのスキル発動を遅らせつつ、ヨルガンのスキル2番の恩恵で、味方1人のエネルギーの蓄積速度が2倍に上昇します。従来のカーク信者のチーム編成の場合だと、フェイスレスがカークのスキル1番をコピーしない場合、破壊力のある攻撃の手数が少なくなってしまう弱点がありました。それを克服するために貝を投入したのですが、現在までだと、いい感じで勝てるようになっています。フェイスレスが貝のスキル1番をコピーした場合も、カークのスキル3番が発動するので、カークの攻撃回数が飛躍的に増加しました。味方のスキル発動のタイミングが良い場合だと、この戦闘のように、敵チームをあっという間に倒すことが可能です。まあ、最初のスキル発動で敵を一人も倒せない場合、負けが濃厚になるんだけどね、あはは。ペットのアクセルが登場して以降は、勝ちづらい状況が続いていますが、貝を使うことにより、勝率が良くなることを期待しているのです。参考情報として、貝に紐付けるペットは、ビスケットにしました。ご覧のように、あと少しでビスケットのカラーが紫色になるので、そうなれば、貝の攻撃により、敵チームの体力回復が阻害されるようになります。今現在のビスケットは青色装備なので、ビスケットは貝に対してステータスの上乗せ効果しかありませんが、来週には、ビスケットの支援スキル、冷静沈着、
も発動するようになるので、カーク信者はそれにかなり期待をしてるのです。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。